戦争犯罪がもはや日常化してしまった現代において、日本の国際協調路線をどこまで守れるかが焦点となります。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前半ではアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃についての解説、そして後半においては、その関連でウクライナ情勢の最近の状況についてお伝えしようと思っています。まず最初にトランプ大統領の重要な発言を取り上げておきましょう。トランプ大統領は今後48時間以内にホルムズ海峡の航行状況が改善しないようであれば、イランの主要な発電所に対する攻撃を開始すると述べました。これはどこか一箇所というわけではなくて、順次攻撃を行っていき、どんどんと潰していくぞというような話です。こうした民間インフラに対する攻撃は本来であれば国際法違反行為であり、決して認められるような話ではありません。ただし、トランプ大統領自身がロシアによるウクライナ侵略に対して非常に好意的な見方を示している通り、現在アメリカ自身もまた国際法についてあまり気にする様子はありません。一方においてイランの方ももはや国際法についてほとんど気にしている様子はなく、戦争犯罪を繰り返しています。周辺国に対する一般人を狙った攻撃なども日常的に行っていますし、今回のトランプ大統領の言葉に対しても同様にして国際法違反の行為を行うと宣言を行いました。それは周辺各国の淡水化施設、飲み水を断ってやるぞと脅しをかけているのです。どっちもやっていることが国際法違反ですから、もはやどっちがいいか悪いかといった話を超えて、どっちも問題があるという行為です。さて、このようにしてアメリカとイスラエル、そしてイランとの関係というものは、双方ともにやってはいけないことのオンパレードなわけですが、巻き込まれている国があります。それが日本です。中東原油というのはアジア各国に対して非常に多く供給されています。その中でも日本は大きな買い手であり、そして今回の攻撃に関しても別に関与しているわけではありません。日本の自衛隊がイランに対して空爆をしているわけでもなければ、ホルムズ海峡に自衛隊の艦船がいて、海賊退治をやっているわけでもありません。しかし、ホルムズ海峡の航行が麻痺している状態ですから、日本に対する原油輸出なども停滞している状況です。この状況というものは、日本だけではなく、これまで原油を輸入してきた各国に対しても同様にして大きなダメージを与える行為です。そして直接輸入していない国々に対してもエネルギー価格の上昇に伴って世界各国に大きな経済的な打撃を与えようとしています。こうしたこともあって日本は共同声明を発表し、ホルムズ海峡に対するイランの軍事力の行使やそうした威嚇行為について非難声明を出しています。これに対してイランは自国の許可を受けた船であれば通してあげる、もしくは通行料をイランに払えというような話をしています。ホルムズ海峡というのはイランだけの占有物ではありません。むしろ国際海峡といって、どこの国の船でも自由に航行することができる場所です。それを自国のものだと私物化し、そして通るには金を払えというヤクザ行為を行っていることは、これもまた非常に悪どい行為です。関係のない国にしてみれば、イランのならず者国家が、もはや世間体を気にすることなく悪どい行為を行っていることに他なりません。こうした行為に対して日本国内においては、金を出してタンカーが通れるんであれば、イランにどんどん金を払えばいいじゃないかという人たちもいます。私はこうした意見には反対です。なぜならば、結局のところイランに金を支払い続けるというのは、イランの戦争犯罪行為や自国民に対する弾圧行為を認めるような資金供与となり、決して日本のためにはならないからです。それこそ、イランと直接外交を行って、船を行き来することができるような国に対して仲介を頼んでもらった方がまだマシだと言えるでしょう。例えば、インドのモディ首相は、イランとの外交交渉の結果として、インド向きのタンカーについて通すといったことをすでに行っています。ただし、インド海軍がすでにエスコートに入っていることから、手を出すなよと、ある程度軍事的な背景を見せつつの行為です。ただ、日本とインドとの関係を考えると、そのようにインドのモディ首相に仲介を頼むというのも一つの手でしょう。そしてこのような話をしたときに、韓国を例に引き出して、日本の外交力のなさを批判する反高市勢力といったものも存在します。しかし、ここには大きな間違いがあります。なぜならば、韓国自身もイランに対する非難声明に加わっており、決してイランとの話がついているわけではありません。
では、どのような点について勘違いしているかといえば、韓国と UAE との間における原油輸出、その優先権が確保されたというニュースが以前ありました。そのこととイランとの関係を完全に混同している話が拡散されているのです。しかもここには大きな間違いというか、指摘すべき点があります。日本と韓国とを比べて韓国の方が良いじゃないかと言っている人たち、この人たちが一体ニュースの最後まで見ているかというと、全く見ていないのです。なぜ UAE が韓国に対して石油の優先輸出権を与えたかといえば、両国の間に非常に密接な軍事的なつながりがあるからです。韓国は UAE に対して2つのものを輸出しています。それが軍事力と原発です。中東産油国に対して原発を輸出しているというのはちょっと変に思うかもしれませんが、石油は輸出して外貨を稼ぐもの。一方で、原発というのはそうした商品をなるべく使わずに自国のエネルギーを満たすためのものです。そしてもう一つ UAE が輸入しているのが兵器類です。韓国は開発途中にはとんでもない失敗などを繰り返したことで日本でも笑い物にする人たちがたくさんいるわけですが、製品化したものについてはある程度の品質を確保し、世界中に売るようになっています。ロシアによるウクライナ侵攻以降、特に韓国製の兵器については、欧米の兵器よりも安い値段で、そして短い納期期間を確保することによって各国に販売先を広げています。中東各国における販売についても、今回の戦争を通じてさらに勝機が訪れようとしています。それが防空兵器です。イランによる大型ドローンによる突撃、こうした攻撃に対して、韓国製の防空兵器が迎撃に当たっています。中東各国には、アメリカ製のパトリオットミサイルが大量に配備されているのですが、弾頭の価格は非常に高く、それに対してイランのシャヘドは非常に安い価格ですから、持続的な防空体制を維持することができません。あまりにもパトリオットミサイルだけで守るには金額が高すぎるし、ミサイルの量産といったものも十分ではありません。韓国製の防空兵器は、パトリオットミサイルよりも性能は明らかに劣りますが、それに見合っただけの価格の安さといったものもあり、大型突撃ドローンに対する兵器としては、十分な成果を上げているわけです。基本的に防空体制といったものはある程度の階層によって分かれます。非常に高性能なミサイルが必要な弾道ミサイル迎撃とは違って、大型突撃ドローンに対する対応といったものは、そこまで長射程で精密な迎撃能力を求められているわけではありません。なぜならば、大型の突撃ドローンというのは超高速に飛行するような物体ではありませんし、またレーダーでもしっかり捉えることができます。そこそこの性能でも十分迎撃できるわけです。ただし、相手方が大量に作るので、迎撃するにも大量に作るし、また、なるべく低い価格でそれを実現しなければなりません。このような原発や兵器の輸入といったものをすることによって、UAE と韓国との間における外交関係は強固につながっており、この関係性をもって UAE は韓国に対して原油輸出の優先権といったものを与えたわけです。これを日本国内における称賛をする人たちというのは、このような背景といったものを全く無視しています。なぜならば、そのような発言をしている人の普段の発言といったものをちょっと過去に遡れば、日本の兵器輸出に対して反発していたり、もしくは日本の原発の再稼働に対しても反発している人が多く、韓国のように輸出もしていますよ、兵器も輸出していますよ、だから UAE との関係が良好なんですよといった背景を全く無視しているような一部の上積みの部分だけを見て、韓国素晴らしいと言っているかなりの問題児たちです。少なくとも今回の一件に関して韓国を褒めるのであれば、日本の兵器輸出や原発の再稼働、そして新設、そして輸出などについてもこれらを認めるべきでしょう。こうした兵器や原発の輸出といったものは相手国の政府と非常に密接につながることとなり、外交における力をもたらしてくれるのは間違いないからです。そして戦争に全く関係のない国々を巻き込んでのイランに対する共同声明を出し、そして圧力を加えていくというのは日本の立場としては非常に理にかなった行為です。イランは金を出せば単価を通してやると言っているわけですが、ここに大きな問題があります。なぜならば、ホルムズ海峡のタンカー航行に関して武力的な恫喝を加えているのは革命防衛隊で、イラン政府ではありません。ここがちょっと日本と異なるところですが、イランにおいては
革命防衛隊とイランの国軍、そして政府というものがそれぞれ最高指導者のもとにはあるものの、決してそれぞれの上下関係といったものはありません。革命防衛隊は政府の言うことを聞きませんし、国軍もまた政府の言うことを聞くような機関ではありません。あくまでも最高指導者という大きな上位層があって、その下に連なる組織です。ここがまたややこしいところで、日本のニュースにもよく出てくる荒口外相といくら話し合ったところで、革命防衛隊がその合意といったものを無視して、ホルムズ海峡を航行するタンカーに対する攻撃を行ったとしても、イラン政府は止めることができないのです。ですから、今のイランと話し合いを行うというのは、そのようにしてかなり危うい状況だというのを理解しておく必要があります。ちなみにイラン政府にお金を渡すという行為そのものについても、従来国際的な制裁が課せられていました。これは基本的にはイランの核開発疑惑に対する制裁だったわけですが、もう一つの面で今問題が浮上しています。それがイランの弾道ミサイル開発疑惑です。従来イランのミサイルというのは敵対国であるイスラエルに対する攻撃範囲さえあれば十分だと考えられてきました。しかし、新たに浮上したのはそうした意図を超えたアメリカに対するいずれは攻撃したいという意思を持っているのではないか、そうした疑惑が今持たれています。その理由というのが、イランが射程 4000km 程度の弾道ミサイル発射をしたというニュースです。これはイランからインド洋のディエゴ・ガルシア島に対する攻撃を行ったというものです。ディエゴ・ガルシア島は非常に遠い場所にあり、イギリスやアメリカが軍事基地として使用しています。この基地からは非常に長大な飛行範囲を誇る大型の爆撃機の離着陸などがされており、イランが直接的にアメリカ軍に対する打撃を与えようとした行為です。ただしこの攻撃そのものは基地に到達せず失敗したようです。問題なのはこの長射程のミサイルどこまで届くかです。今回はディエゴ・ガルシア島を狙ったわけですが、狙いを変えればイタリアやフランス、ドイツ、そしてイギリスの首都にも到達することができます。NATO 加盟国、ヨーロッパ側の主要国に対する攻撃範囲を持っており、決してイスラエルに対してだけ攻撃する意図では、このミサイルは説明できません。そして、射程を伸ばしてくるということは、そうした技術の延長線上に、大陸間弾道ミサイルも当然視野に入ってきます。イランは従来は核開発疑惑に対しては自分たちにはその意思がないと言ってきました。そう言いつつも、原子力発電所に使うには全く適合しない高濃縮ウランといったものを作ってきたことから、その目的の先が核爆弾の開発やその先、核弾頭のミサイルを作るといったことも十分視野に入っていることは明らかでしょう。これまで自分たちは何も悪くないのにと言ってきたイランですが、今回の行為というのはそうした意味で、核爆弾、そして核ミサイルといったものを十分視野に入れていたことを示す、非常に自滅的な行為だとも言えるでしょう。このことが何が問題かといえば、ヨーロッパにとっては、イランのミサイルというのはイスラエルを狙うかもしれないが、自分の国に届くようなものではないのだから、直接的な脅威としては認定しないでもいいというような考え方がありました。しかし、現実問題として、フランス・パリやイギリス・ロンドンなど、主要国の首都にミサイルの射程範囲が入るということを、これを見逃すというのは、これらヨーロッパの国々にとっても考え直しをしなければならないことを意味します。現在のところトランプ大統領はいずれはイランに対する攻撃も縮小していくというようなことを口では言いつつも、現在中東地域に対しては強襲揚陸艦がアジア方面と北アメリカから向かっている最中であり、本当に終わる気があるのかどうかというのはちょっと疑問が持たれているところです。そしてこうしたイラン情勢とリンクしているのがウクライナ情勢です。イラン情勢とウクライナ情勢との間には決して切り離せないリンクがあります。それはイランというのはロシアによる侵略を大いに賛同していた国だということです。ロシア側から発射されていた大型の月ドローン、シャヘドはもともとはイラン製であり、輸出を継続しつつ、ロシア自身にもライセンス生産を認めて、ロシア国内でも大量に生産、そうしたロシア産のシャヘドとイラン産のシャヘド、その双方がウクライナへと放たれ、民間人殺害を繰り返してきました。そのようにしてウクライナから見れば、一般人を殺している兵器が
ロシア産なのかイラン産なのかといったところで言えば両方あるわけですから、イランはウクライナ市民を殺害している行為に加担する直接的な敵対国なわけです。そして現在アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃が本格化することによって、イランからロシアへと輸出するこうした軍需物資に関しては、今は送っている場合ではないという状況に陥りました。そしてイラン自身が周辺国に対する大型突撃ドローンの攻撃といったものをあちこちに行っているものですから、これら中東諸国はウクライナに対して防空網を築くためのアドバイスを求めているところです。ウクライナは防空網の強化のために専門家を300人以上各国へと派遣し、現在それぞれの国における大型突撃ドローン対策を組み込んだ形での防空網体制の強化に入っています。従来の中東諸国は欧米製の対空兵器を導入するも戦闘機などに対しては非常に有効なわけですが、大型の突撃ドローン相手ではあまりにも金銭的な過剰な兵器であり、持続性がありません。電子戦による相手の飛行ルートの撹乱であったり、迎撃ドローンの導入といったようなものも、これからは進んでいくことでしょう。そしてウクライナ情勢、未だにロシア軍にとって大きな問題が発生し続けています。もう随分前の話のようにも思えるのですが、イーロン・マスクがもたらしたスターリンクからの遮断問題は、未だにロシア軍の前線地域における連携不足、そして対応の鈍さといったものをもたらし続けています。それによって現在、今までの防御一辺倒から一進一退の戦いへと状況が変化しています。ただここで一つ注意しなければならないのは、この一進一退という状況に関して、ロシア軍の進んでいる地域もあるという事実をすっぱりと抜いて、ウクライナ軍の大勝利というような話をやたらと強調する人もいることです。どちらかだけを言い続けた方が、YouTube 上においては注目を集めやすいという性質を利用しているのはわかりますが、現実からはかなり離れている評価だというのを注意しなければなりません。南部戦線においてはウクライナ軍の奪還している地域もいくつも出ていますが、だからといってロシア軍全体が崩壊しているわけではありません。東部戦線においては、特にリマン方面などはじわじわとロシア軍の前進は続いており、また大規模な攻勢なども何度も発生しています。戦争研究所のレポートにはそうしたロシア軍の春の攻勢が始まったという可能性について言及されています。ただし今のところはウクライナ軍はよくこれを撃退しています。そうしたことを示しているのが日々の戦果報告です。特にロシア軍に対する大打撃を与えることができる日というのは、ロシア軍が陣地から出てきて大規模な攻勢に打って出てきた時です。ここ最近であれば3日間ロシア軍の連続的な大規模な攻勢がありました。それ以前に比べると、ロシア軍死傷者の数が2倍以上に膨らんだと報告しています。ロシア軍の倒した兵士の数が1700人を超えていた。次の日には1500人。その次の日は1600人を超えていたという具合にして、3日間連続で大きな打撃を与えたと報告しています。こうしたロシア軍の攻撃を撃退した日には、ウクライナ側の戦果報告の映像なども非常に豊富になっていました。そして映像からわかることもあります。まず第一にロシア軍の攻勢、いわゆるソ連時代に作られたものを再生して前線へと送ってくる、そうした兵器の数が圧倒的に減り、新しく作った兵器などについてもある程度蓄えて数を揃えた上での攻勢に出ているという点です。こうした車両をいくら突っ込んだところでドローンがたくさんやってきて破壊されるじゃないかと思うかもしれませんが、しかしそれは結果論であって、一旦前線を突破して大きく相手陣地を制圧しようと思えば、こうした軍用車両を大量に投入し、たとえ数がやられたとしても生き残ったものがさらに前進を果たすのであれば、これは結果往来というのがロシア軍の考え方でしょう。ドローンがやってくることを前提とした非常に様々なハリネズミ状の戦車であったり、兵士たち一人一人をバギーやバイクに使わせての突撃など、従来の作戦といったものを複合的に組み合わせての攻勢といったものに出ています。驚異的なのはこうしたロシア軍の攻勢に対してウクライナ軍が大打撃を与えられている、こうしたウクライナの反撃、アメリカからの支援が全然入っていないというのもまた重要なポイントです。トランプ大統領はウクライナに支援する気が全くないわけですが、特筆すべきはこうしたロシア軍によるもはや継続的な侵略攻撃に対して
ウクライナが踏みとどまり続け、そして大きな打撃を与え続けているという事実です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。